ほい、どうもこんです。ということで、今回はスペシャルゲスト、小坂和音さんに動画を撮っていただいています。まず実績を載せているのですが、見ての通り、今年の世界選手権準優勝を筆頭に、現在世界最強プレイヤーの一人となっているプレイヤーですね。今回は小坂さんにオリジナルデッキを紹介していただきますので、メイン動画の方をどうぞ。皆さん、はじめまして。私は小坂和音と申します。ネットではてるてるという名前で活動しています。この度はご縁ありまして、ゴンさんの動画に出させていただくことになりました。よろしくお願いします。今回は白タン艦船というスタンダードのデッキを紹介していきます。皆さん、あまり聞きなじみないと思われます。なぜなら私のオリジナルデッキだからです。皆さんが思い浮かべるのは白緑艦船ではないでしょうか。佐藤玲選手が地域 CS で優勝した記憶が新しいですね。こちらは白緑艦船と同じく毒性により相手を倒すデッキですが、白緑艦船と違うのは艦船でありながら除去が豊富でリソースも豊富というデッキになっています。それではカードの解説、デッキの解説をしていきます。ハイマール合唱者やリハンダにスクレルブ、アゴボネの決闘者のようなクリーチャーカードで、基本的には毒を貯めていきます。ここまでは白緑艦船と一緒ですが、白タン艦船特有のものとして、こちらの軍備放棄と骨化という除去があります。こちら白タンにより平地を大量に、採用していることにより使える除去ですね。軍備放棄は自分の平地マナ以下のマナコストのクリーチャーを追放できますが、相手がライフは3点減してしまうというデメリットがありますが、白タン艦船は艦船による毒によるダメージで足すので、相手がライフを減したところで全くデメリットではないんですよね。お得です。骨化は2マナでどんなクリーチャーもプレーン増加も倒せる除去。これはね、もう万能除去ですからね、4枚入れとくですね。で次にこちらの白の太陽の黄昏。このカードは X5 以上で打つと全体除去がついて、かつ X 分のライフを減して X 分のダニが出るというカードです。このカードね、構築ではなかなか使われてなかったと思うんですが、このデッキだと強いです。理由としまして、このデッキはリソースを稼ぐことができるので、土地7枚まで伸びて X5 で打てます。どうしてそんなに土地が伸びるのかと言いますと、こちらのトカシャの艦隊のおかげです。このカードは3マナ以下のクリーチャーが出るためにワンドローできます。今のスタンダードの環境でトカシャの艦隊を一番うまく使えるのはこの白タン艦船です。間違いありません。それはね、これからお見せする対戦動画で見れると思いますので、楽しみにしてください。そういうことでリソース伸ばせるので、白の太陽の助かりをうまく使えるのです。そうなるとどうなるかというと、このデッキは先ほどのように毒を目指して殴るということもできますが、しかもゲームが長引けば、先ほどの単体除去を打ったり、白の太陽の助からないのは全体除去を打って、かつダニを出して、そのままフィニッシュできるというデッキになっています。つまり序盤、中盤、終盤、隙がないデッキなんですよね。いや、これはもう強いでしょう。これはトカシャの艦隊をね、うまく使えるからこそできるので、このデッキにぴったりですね。このダニの突撃も強いですね。このカードは、その自分のクリーチャー分ダメージと1石をダニトークン2台出るという効果なんですが、いや実質このデッキ毒って10個貯めたら相手が敗北するじゃないですか。ってことは実質初期ライフ20を考えたらダニトークンのパワー2みたいなもんなんですよね。2のクリーチャーが2体出るってもうすごくないですか。3マナでもう実質集合した中隊3マナ版のでしょう。いやこれはね本当にそんぐらい強いです。もう本当に強いんでちょっと楽しみにしてください。でこのデッキはね、その土地がミレックスやシュ州のようなその効果のある土地が多いので、フラットしてもね、強いんですよね。マナフラットしても強い。でもマナスクリューしても強い。なぜなら、軽いカードが多いから。だって最大3マナですよ。これもあるけど、これはね、X1、2、3で捉えてもこのデッキ結構強いです。なぜならダニトークンが出るというだけで効果があるので、X5 で捉えなくて強いんですね。だから、このカードはいつでも使えると思っていいです。それではサイドの解説をしていきます。サイドはジャーコウ打ち砕くのような、基本的な状況。このデッキちょっとね、速いアグロデッキが厳しいんですよ。防御力がちょっと低いんですよね。そう除去はあるけども。盤面の出るクリーチャーが防御向きじゃないので。ですから、こういった痛烈な刺激のようなアグロデッキに強いカードを入れています。これを入れればね、赤タンも有利です。こちらの白王バロのせい。このカードは自分のアーティファクトやクリーチャーを生贄に捧げることで唱えることができます。で、このデッキはもう簡単にダニトークン出ますし、このハイマール合唱者を生贄に捧げれば、ダニトークンを出つつ打てるので、もうね、結構簡単に打てます、このデッキは。で、1マナで打てると。1マナすごい軽い塾でありながら、さらにこのカードはアーティファクト対象できるんですよね。
今まで得た除去だとアーティファクトは対処できなかったので、このカードだけができる。ね、唯一利点ですね。もしもアーティファクトがその脅威だったら、例えばスクーナー戦のような機体が脅威だと感じたら、このカードを増やすのはいいかもしれません。次に、集団失踪という全体軸ですね。このデッキ、クリーチャー出すので全体軸打つのかよと思われるかもしれませんが、このデッキはもうすぐに回復できるんですよ、リソースを。なぜなら、スクレーブドスのような毎ターンファイルフィシャンタニが出るカードだったり、トカシャだったり、このカードでドローしたりと、もういくらでも簡単にリソースを稼げるんですよね。だから自分のクリーチャー流れても大丈夫です。むしろ、パワーのでかいクリーチャーとかでガンガン殴られて負ける方があり得るので、こういう全体軸は非常に大事です。で、白の対応のタスガレ。このカードはサイド後を増やすことがあります。サイド後はクリーチャーを減らして、この白の対応のタスガレで勝つというプランを目指すことが多いので、サイド後4枚することがね、結構あります。で、このカードを入れると土地を伸ばしたくなるので、サイド後1枚土地を増やすというプランをします。そこで増やすのはこの種子中枢ですね。このカードはね、もう強いです。自分の第2トークがすぐパワー3になるので、パワー1だと殴れなかったことがなくなって、パワー3で殴れるということができます。またパワー2が上がればね、こちらのスクレーブの巣の反根効果もより強力的になっていくので、非常に強いです。それではね、動画のね、対戦をお見せしようと思います。どうぞ。それではやっていきましょう。いいハンドですね。1マナ、2マナ、3マナが揃ってます。さあ、スクレーブからスタートしました。緑マナ。ここなんですが、スクレーブスと決闘者のタクがあるんですが、ここは決闘者をプレイします。理由としまして、相手が緑マナですので、除去のカラーじゃないと踏んで、スクレーブスで決闘者の能力を、決闘者に効果をつけると、感染が1上がって感染2になって2段攻撃で感染4を与えるって非常に強力なので、ここはスクレーブと決闘者のコンボを優先しました。相手は緑緑、ちょっとデッキわかんないですね。まあ、最初の予定通り、決闘者を強化して殴っていきましょう。ここはスクレブスを先にいただきます。そうすると、決闘者は2段攻撃ですので、最初に毒攻撃が入って毒差になります。この後反抗になるので、1点ゲインできますね。お得です。ここで、ランプだってことが分かりましたね。だが、もう毒5は溜まって盤面も強い。次切れるか。さあ、もう見た目で勝ってますね。さあ、サイドボーディングです。単体除去がランプには不要ですので、除去を減らして効果的なカードを増やします。土地を増やして太陽のタスガレを増やしました。相手が先ほどの土地サーチ7マナでその基本土地分33のビーストトークが出るカードのような横並びするカードがいくつかあるので、太陽のタスガレの全体除去効果は有効的です。またエンチャントもね多く出ますし、クリーチャー基本タブレス4を超えてるのでジャーコウチクダクを4枚入れています。これはちょっと厳しいですね。2枚ですのでカードが。これはいいですね。ここ、ジャーコウチクダクと決闘者、どちらを戻すか考えています。ここはね、ランプ相手ですので、攻めたいですので、攻めるアクションカードを優先しました。ここはスクレウスを置きました。おそらく長期戦になることを予想できるので、このカードを先に出すほどリソースを稼いでいるので、ここはエンチャントからいきます。ここですが、トカシャを置こうと思ったんですが、ここで1マナ、2マナ、1マナアクションを引いたので、1、2と動けるので、そちらを優先します。理由としまして、次のターントカシャだと、相手がランパン4マナのゼンディガーの進化のような土地を伸ばすようなカードをプレイできてしまうので、ここでプレッシャーをかけようと思ってクリーチャー展開を優先してしまう。ランプは大体5マナの全体除去が入っているので、その前のターンに大量展開しないことを意識してプレイしています。今は全体除去を打たれる前のターンではないので、展開を優先しています。
この次のターンが全体除去を打てたので、次のターンは展開はしません。次のターンに溶かしを置きます。さあ、相手迷ってますね。おそらくですが、軽い除去があるんですが、全体除去があるので、ここは我慢しようかどうかってことを考えていると思います。こちらとしては次全体除去が飛んでくると思っていますので、その一番リターンの高い攻撃アクションをします。1ゲームでも見せたように、スクレーブで決闘者を強化して、毒性2の2段攻撃にします。ここなんですが、一応白にした理由としては、放浪系ですね。その黒の除去をもし持ってたとしたら、このプロテクションをつけた時に柵で打つはずでしたので、ってことは黒の除去はないか、あったとしても打たないようにしてるかだったので、だったら放浪でマイナス除去だけケアして、白にしましたね。ここは太陽効果はもう読めてましたね。でも大丈夫です。全体除去されてもリソースはいくらでもあるので大丈夫です。このようにスクレルンスと溶かしちゃったら毎ターン絶対にワンドローできます。強いですね。全体除去打たれてもこのように再展開できます。さあ、この開始ね、天使が出てくるときついんですが、来ちゃいましたね。これがちょっときついですね。これ以外のアクションだったら何でもよかったんですけど、天使が一番きついですね。これだとクリーチャー2体対処されちゃって、かつ壁が立ってしまうので。このゲームなんですが、いかに相手に殴り切られないかも大事で、ランプアイテム。大天使のような飛行クロックが結構きついですね。ダニの突撃。集合した中隊が来ましたね、実質。ここから動き強いですよ。見ててください。天使2体目きついですね。これはきついです。ここですが、2点をクリーチャー2点でそうそう本体やってきましたね。ちゃんとこのゲームが、ライフを詰めるゲーム。そのランプ側がライフを詰めるゲームだって相手は理解してますね。うまいですね。ここ攻めなかったのも、おそらくダニの突撃機会でしょうか。いや、うまいですね、お相手。そう。トカシアは1ターンに1回なので、相手ターンに出てもいやするんですよね。だから、毎ターンドローできるんですよ。もう手札モリモリですね。このデッキはインスタントでクリーチャーが出るアクションが多いので、もう本当にずっとドローできます。だから、トカシアはこのデッキでは本当に強いです。さあ、ここ1体、2体欲しかったですね。さあ、このカードで正直こうなると厳しいんですが、こうなっても勝てるカードがあるんです。そう、白の太陽の黄昏全体除去です。あれがあれば全体除去倒しつつ X マナ分のスクレーブが出てワンドローもできてと思う。ドローはスクレーブスで、ドローできるんですけど、スクレーブスがなかったとしても溶かしがあればドローもできるんで、もう全体除去引けばここまくれます。勝てます。ランプ相手にここまで展開されても勝てるんですよ、このデッキ。ちょっと今途中ばっか引いてて悲しいことになってはいるんですが、ちゃんとね、引けてれば、白の太陽の助が引けてればだいぶ勝ってたので、このデッキの強さが分かっていただけたんではないでしょうか。ちょっとここ MTG アリーナが落ちてしまったので、再起動しまして、ターンが飛んでしまって殴られているところです。ここを、ちゃんとやれば、出周数で起動して、33トークンをブロックして、クリーチャー除去ってライフもゲインできてたので、あと一旦延命できてました。そしたら全体除去引いてたら勝ってた可能性があったので、ちょっとここの落ちたの辛かったですね。でも、ここでも勝ち目があるというのはこのデッキの強みですね。さあ、土地は4枚ちょっと多めなんですが、ミレックスは実質スペルなので、ここはキープしました。1ターン目はね、ちょっとどっち出すかなんですが、除去されてもいい方から出してますね。そういう意味で合唱者がやってます。さあ、相手は除去がありそうですね。カンパニー守護した中隊引きました。さあ、殴っていきましょう。相手はシロデュエットの直令。このカードは富国除去ですね。富国除去にはもうこのデッキめちゃんこ強いんで、もう環境を考えればあのカードは強いんですが、このデッキには効きません。そういう意味ではこのデッキは環境の立ち位置がいいんですね。環境で強いと言われているカードに強いです。
豆の木を登れ。このカードはランプを強化しているカードの1枚で、リソース勝負では負けないという、非常に強力なカードなんですが、このデッキ相手はちょっと遅いですね。このデッキ、ね、もうこういうアグロなので。さあ、土地ばっか引いてる。うわー、これじゃ普通は勝てないですが、このデッキはミレックスという強力な土地があるので、フラットしても勝てるんですね。さあ、このカラーだと全体軸内でおそらく勝ったんじゃないでしょうか。いやー、強いんですが、そのカード、エスパーミッドネジとか使ってたらおそらく出されて、うわってなると思うんですが、今回はね、アグロなので勝ちました。やっていきましょう。マリガンです。これはキープですね。さあ、2マナのアクション引けました。廃墟のうち使うデッキは珍しいですね。このデッキ、ミレックスとかあるので結構効きますね。赤黒でした。面から靴ある先手入ってます。結構な除去デッキですね。いや、ただね、このデッキ、除去デッキ強いんですね。ショルドレッドは除去があるから大丈夫です。先にダニの突撃出してからアップキープに除去しましょう。トカシャはいいですね。除去コン相手には最高のカードです。おそらく相手は除去多めの赤黒ミッドレンジでしょう。ここミレックスか平地オッカなんですが、廃墟のしか見えてるので、ミレックスは1回は起動したいので、起動できるときに置きましょう。ここは我慢です。そう、もうどんどん殴っていきましょう。ここはトカシャを置いて、ミレックスは我慢ですね。おっと、全体除去。結構コントロールチックですね。いやー、5体も流されちゃったけど、このデッキはね、すぐリソースを回復できるんですね。我慢がしたおかげでミレックスが使えますね。いいですね。ドロスの魔人。このカードは非常に強いんですが、もう手札にある軍備放棄でもう除去できますので、もう何の脅威でもありませんね。さあ、サイドボーディングです。相手は赤黒のちょっと除去多めのデッキでしたね。どういうサイドボーディングをするかというと、まずそのドロスの魔人とショルドレッドが見えたので、それら対処できる除去を入れます。次に長引きやすくなるので、白の対応助けお願いします。で、クリーチャーを減らします。理由としまして、相手は単体除去を入れてくるので、単体除去に弱いカードを減らすですね。ここでは入れてませんが、もうちょっとクリーチャーが見えたら、4マナの全体除去も入れてもよかったかもしれません。後手はどうしてもテンポ負けしやすいので、こういう全体除去でテンポを取ることも大事です。さあ、ちょっと土地多めなんですが、白のタイのタスガレが重いカードであることと、後手ではこういう除去ハンド嬉しいので、これはキープしました。さあ、のんびりやりましょう。4マンクリーチャー。もういくらでも除去できるんですね。本来はね、3ターン目にああいう4マナのアクションは辛いんですが、このデッキはこういう風にテンポ取れるので、後手でもまくりやすいです。いいですね。1枚で勝てる方いきました。これで相手手札いくら除去あっても勝てませんね。あとは相手の脅威をひたすら対処して、スクレーブスで勝ちましょう。もっと大勝ちデッキでしたか。ちょっと普通の赤黒ミッドレンジだったら有利なんですが、あれを使うと強い重いアクション、エターリのような強いアクションを使われるので、ちょっと危ないですね。ただ赤黒ミッドレンジで駒をやれば有利だったんですが、ここはちょっとゲーム変わってきました。目指す先としては、エターリなどを出されても盤面を返せるようにするように、除去を大切に使っておく。もっとチャンドラ、強いんですが、ここ疲れ対処できます。これでプレンズオーカーにも強いんですね。おっと、あのカード、焼き尽くしは、あまり環境で使われていないんですが、このデッキは結構効きますね。全体5点もそうですから、トークンが出るモードだと、1点飛ばすトークンが出るので、こちらのダニトークンが簡単にやられちゃいますね。ちょっとフラットしてますが、白の対応のさすがあれの受けがあるので、こちら上引いてもそんな
ね、損じゃないですね。まあ、こう見ると僕結構引きあんま強くないんですけど、戦えてますね。やっぱりこのデッキ、スクレムとするのは1枚で勝てるカードがあるのでいいですね。さあ、トークンが出てしまいました。これ厄介ですね。これだと殴っちゃうと、デビル1体とダニ2体の交換になっちゃうんで、ちょっと損ですよね。お、ミレックスいきました。相手のその土地で割られちゃうんですが、まあ1回はトークン出せるのでいいでしょう。おっと、3枚目ですね。さあ、あのカード結構嫌ですね。さあ、結構入っちゃいました、ダメージ。おそらくこのダメージレースをすると、あっちのデビルの方がダメージ早いですね。ですから理想としては、次のターン、白のターンのタスガレを打とうと思ってます。このターンに打つのはちょっと我慢します。相手の口を誘い出したい意味もありますし、おそらく相手、重いデッキですので、強いカードいっぱい入っているので、もっと相手の強いカードを対処しないと勝てないですね。だからここは我慢します。打ちたくなりますが我慢です。さあ、ブロックはするでしょう。そうですね。おっと、除去も切ってくれそうだ。いいですね。もうこのクリーチャー死んでもよかったクリーチャーなので、もう除去ってくれるのは嬉しいです。さあ、相手はここでデカブツ出てくるのを期待しましょう。そうしたらまとめて流せます。さあ、5点は痛いですね。さあ、竹沼。ショールドレッド落ちましたね。これを出してくれると嬉しいですね。さあ、じゃあまずは殴りまして。お、さあ X6 で打っちゃいましょう。このように毒をある程度溜めてる状態で X5 なら取られると次のターン勝てるんですよね、このデッキ。だからこの全体除去は盤面をまくりつつさらに次のターン勝てるという素晴らしいカードです。今回はね、デビルトークンいたのでちょっとクリーチャー対処されましたが、それでもだいぶ盤面有利になりましたね。さあ、シェオルはね、このデッキはもう除去がいっぱいあるんで、全然効かないんですね。1マナで対処されるショールドレッド。かわいそうに。さあ、どんどん攻めていきましょう。さあ、もう除去あるんでね、もうどうでもいいですね。お、素晴らしい。これでまた全体軸とか出られても大丈夫ですね。さあ、相手除去やっぱ何いくつか持ってましたがね、このデッキには効かないんで。いや、これ、対処できない。このデッキは対処しようと思ってもできないです。おっと、4枚目。いや、相手引きめちゃくちゃ強かったんですけどね。その重いカードしっかりつけたし、土地も途中で詰まって一生土地引いてなかったんで、引きもすごい良かったんですが、もうこっちのデッキが強すぎて圧勝でしたね。いや、ありがとうございました。いや、いかがだったでしょうか、白タン観戦。このデッキはね、攻撃もできて、除去が強いって守りも強いのに、ドロー、溶かしでドローもできて、リソースも稼げて、全体除去も打ってて、ライフゲームもできて、土地が伸びても詰まっても強いという、まさに万能なデッキです。しかもね、白タンということはね、実は事故りにくいという利点もあります。ですのでね、もしよかったら皆さん使ってみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。